はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今回の動画ではですね、大切なお知らせが2つあります。そして後半に技術練習、ちょっとね、その動画も見せるので、最後までご覧ください。まずですね、2つ連絡事項があるんですけど、1つはこのチャンネルの運営に関してです。今までこの YouTube チャンネルについては、僕の時間のある時に動画を配信していたんですけど、やっぱりそれだといつ動画が上がるかわからないし、ちょっとモヤモヤするっていうところで、時間をね、しっかり決めました。今後、このチャンネルについては、毎週2回動画を配信していきます。そして、毎週火曜日、金曜日、この2回配信します。時間は19時、夜7時ですね。夜7時になったら配信されます。毎週火曜日と金曜日です。それがまず1つ目ですね。で、2つ目についてはですね、前回の動画でもお話ししたこのリアルな目元の作り方、沈まない目の作り方、これのオンラインのワークショップ的なものをね、やろうと思っています。で、どういう形がいいかっていうのは今模索してる最中なんだけど、時期的には来月9月の前半にね、やろうと思っています。で、YouTube でもね、その動画自体は公開するつもりです。だけど、実際にその3日間集中チャレンジみたいな感じでやろうって考えているので、その期間、そして動画だけでね、学ぶっていう形じゃなくて、実際に基本は動画で学んでやってみるなんだけれども、その出来上がったものが、できてるのかできてないのか、やっぱり判定してもらいたいじゃない。見てもらいたいと思うから、受けてくれた人、全員ね、僕、添削をします。なので、あまりにも多くなったらちょっと人数制限かけるかもしれないけど、今のところ、受けてくれる人全員にね、何日かかっても返信したいなと思ってます。ただその返信の仕方っていうかはね、どういうふうに今やるか、ちょっとね、やり方考えてる最中なんだけども、で、みんな気にしてるかもしれないけど、料金は無料でやろうと思ってます。無料で参加してもらって、もうぜひね、今まで目が沈み込んでしまって、うまく目元が作れないっていう人が、この3日間集中ワークショップじゃないけどね、これに参加してくれたら、こんな感じの沈まないリアルな目元が作れるようになるためのワークショップっていうかな、集中キャンプをね、やろうと思ってます。無料ですからね、ぜひぜひ、たくさんの方の参加をお待ちしてます。これはね、またね、しっかり決まり次第、皆さんにまた YouTube や LINE 公式などを通してご連絡いたします。はい。それじゃね、後半の動画ではですね、沈まないリアルな目元の作り方、この練習、このワークショップに参加するための下準備としての、このね、ちっちゃめの土台の作り方、この練習動画をね、ちょっと今から流します。で、ただのこの練習じゃなくて、このベース作りっていうのは、実はすごく大事で、その適切な硬さに固める。この練習も兼ねているので、ぜひね、時間のある時に、この動画見直して、一緒にね、作ってみてください。そして、実際にその3日間集中チャレンジのワークショップが始まる前に、これね、たくさん準備して、10個くらい準備してくれるといいんじゃないかな。すると、その3日間のうちにベースさえできていれば、これを作る時間が省けるので、ひたすらそのまぶたの練習だけに集中してやることができるのね。したら、上達が確実になっていくから、ぜひそのためにも、このね、沈まない目の作り方講座っていうかな、その集中キャンプに興味がある人は、ぜひぜひ、この後ね、一緒に、このね、ベース作りをね、やってみてください。はい、それじゃあね、動画の方始まります。はい、それではここからはですね、この沈まない目元の作り方、これができるようになるため、この練習をたくさんするための、このちっちゃなベース作りのね、動画です。で、なんだよ、そんなベース作りなんてわざわざ動画にしないでもわかるよってみんな思うかもしれないけど、硬さの話をします。どうやって締め込んでいくと適切な硬さになるんだよっていう話を、この手芸綿、ポリエステル面で話をするのと、浜中の綿綿とか、あとはランビエとか、そういったものの羊毛でのバージョン、この2つでね、ちょっと解説をしていきたいと思います。で、大きさはね、あんまり気にしなくていい。何センチとかそんな細かいこと気にしなくていいです。ただ、気にしなくていいんだけど、でもやっぱり一応目安として持ってた方がいいかなと思うから一応言っておこうか。ちょっと3センチ目指してみようか。3
3センチ弱。これぐらいの大きさがあればいいです。で、そんなぴったりミリミリ3センチじゃなくていいけども3センチぐらいのものを作るようにしてみましょう。で、やっぱりこの狙った大きさを作るっていうのも非常に重要な練習になるので、ちょっとね、やってみましょう。じゃあまず手芸綿からやっていきます。で、手芸綿とね、この羊毛、ウールバッツって言われるやつはね、綿綿とか、ああいう感じの素材のものと手芸綿の違いって、固まる速度が違うのと固まり方が全然違う。やっぱりポリエステル綿、手芸綿は固めていくともうガッチガチになる。なんていうかな、プラスチックに近いくらいの硬さにまでなっていく。究極いくとね。で、逆にこっちは刺しすぎるとどうなるかっていうと、繊維が崩れて破壊されて、最終的に固まるんじゃなくて、もう粉々になってやばくなってしまう。そこがね、ちょっと違うとこです。じゃあね、ちょっと手芸綿から作っていきましょう。どうだろう ?3 センチか。僕もちょっと慣れてないけど、多分なんか、こんな感じ。こんな感じはわからない。ちょっとごめんね。今カメラ動かします。はい。ちょっと片手に乗るぐらいな感じで、そうだね。これもやり方、人それぞれなんだけど、僕は、こういう風に、外側からランダムに折り込むような感じにしていって、中央に集めて、肉まんみたいな感じ。こういう風に中央で集めて、で、この集まったところを、スピード針で、まずはちょっと刺して、この集めた部分が逃げないようにします。この状態ね。で、これができたら、ちょっとこれを立てて、ちょっと側面から軽くランダムに刺してあげて、さらに横に広がらないようにして、で、刺してない側の反対側、ここも軽く刺していきます。で、この形を目指して作っていくから、徐々にこれを刺して形をね、作りながら締め込んでいきます。これ今、一本の針でやってるけど、ホルダーに入ってて、こういう針がある人はそれでやった方が早いし、もちろん。自分のとにかくやりやすいやり方で構わないから、形作っていく。一緒なんでね、別に。じゃあちょっとこれでやっていきます。これ今使ってる針は何かって言ったら、このホルダー買った時に初めからついてるそのレギュラー針かな。これがね、そのままの針で使ってます。最初、ある程度の形作るまでは、レギュラー針とか、スピード針とか、比較的固めやすい太めの針でやっていけば OK。だけど、あんまりガチャガチャとしつこく深く刺してると、ガチガチになっていくから、あんまり突き抜けるまで思いっきりやるんじゃなくて、僕の感覚としては、この感覚として、実際はもっと奥まで行ってるんだけど、この中央付近くらいまでしか針を刺さないつもりくらいの力加減で刺してます。で、ある程度形になったら次、細針が入ってるホルダーに僕は持ち替えて、ちょっと側面をこういう風にやっていく感じ。だけどこれ別に、今僕が説明してるような手順でやる必要ないよ。僕がこういう風にやってるっていうだけであって、この形が作れればいいだけだから。で、今から説明したいのは、締め込む、硬さがどれぐらいが適切なのかっていうね、みんなそこがやっぱり画面越しだと、形は理解できるんだけども、やっぱり硬さが理解できないんじゃない？触れないからね。だからちょっとそこをね、ちょっと今から解説していきます。どうだろう？こんな感じで固まってきた。で、スピード針であまりやらないこと。必要以上に固まっちゃうから。で、ある程度、形ができたけど、まだまだこんな感じでやばいです。でも、大きさもだいたい、いい感じになってきたよね。じゃあ、ここから何をするかっていうと、使ってほしいのはね、このね、極細針なんですよ。で、僕はこの極細針は、札幌にあるブリコルールさんっていうショップから買ってる細針なのね。で、近いものとして市販のものであれば、クローバーのこのスピード針とかあるね。これの、黄色いバージョンあるでしょ？
仕上げ針かな。それでも代用っていうかな、同じくらいの針の太さだから使えます。そういった極細針で刺してほしいんだけど、これでね、そうだな。これね、刺したらわかるんだけれども、刺すと針が細いからスッカスカなのね。これ全然効いてないじゃんってなるんだけども、それが大事なのね。これを効いてないんだけど、ちょっとね、これはもう失敗したっていいからさ、ちょっと同じ場所、一箇所ここに当てて、これをね、20回くらいちょっと刺してもらいたいの。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、これ刺すときに、ちょっとさ、場所がちょっと軽く1ミリくらいずれたり動いたりするじゃない。それは、それで構わないから。じゃあもう一回続きいくよ。今10回やったよね。で、さらに10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、やったときに、この指でどれくらいこの圧力、刺さるときの圧が変わるかっていうのを感じてほしいのね。じゃあもう一回いくよ。ちょっと場所を、この乗せてた場所をまるっきりぐるっと当たってない場所に変えて、もう一回いくよ。20回いくよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。多分、10回以降で少しずつこの刺す時のこの抵抗のかかり方がね、若干だけど変わってくるはず。もう一回行くよ。違う場所で。次ちょっと30回やってみようか。いくよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。絶対ね、ここまでやったら変わるのがわかるし、これちょっと見てほしいんだけど、わかる？へこんでるところ。今30回刺したとこがここかな。っていう風に、だんだん抵抗がかかってて締め込んでいくから、へこんでいくんだよね。という風に、今みたいな感じで全面綺麗に同じくらいの硬さになるように、綺麗に刺していきます。もう心の中で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なんて数えながらね、僕はこうやってリズム取りながらやってます。もちろんね、綿を丸めた時に均等になってはいないから、当然、10回でいいとこ、20回でいいとこって、場所によって変化があるんだけども、やっぱり何度刺しても緩いところは、綿の量が少ないっていうことだから、それは後から足してあげればいいだけ。ひとまずね、だいたい一通り刺したら裏返して、また同じように刺していきます。で、この時に、まあ、これ、丸になってるんだけど、ここに乗せてね、ちょっとわかりやすく書こうか。例えば、最初ここで、10回ここで刺すよね。じゃあ次のポイントを動かすときは、この辺に刺すのかって言ったらそうではなくて、今回刺したこの丸を半分ずらすぐらい。これぐらい。半分ずらして刺す。で、またずらすときはこうやって、半分ずらして刺すっていうのを、こういう風にやっていくことで、最初に刺したところをさらにまたね、次半分刺してあげることができるから、やっていくたびに徐々にこう積み重なって、いい感じで締め込んでいくことができるから、そんな感じでね、漏れなく綺麗にやってください。はい。よかったら側面も。でね、側面の時はちょっと僕の手の動き見せてほしいんだけど、実はね、同じ箇所刺してるようで、こういう風にニードルをこういう風に左右に動かしてます。で、締め込むようにしてます。はい。こんな感じでできたら、締まってんだけど、結構いびつでボコボコだから、これをまた整えるように、これは細針だね。細針。なんかを使って整えていくね。はい。これで大体言い方3になってるかな。で、ちょっと今ね、これ側面弱いんだよね。側面弱い時はこういう風にまた側面を締め込んでってあげる。で、勘違いしないでほしいのはガチガチにする必要ないからね。締め込んでいくんだけれども、ある程度の弾力っていうかな、柔さは残しておいてあげること。これで OK。押すとこんな感じ。
結構かなり強い力で押して、こういう風に凹んじゃうんだけれども、基本的にはこういう風に軽く押したらちょっと時間かけて戻ってくるぐらい。それぐらいの硬さにはしてあげた方がいいかな。そうしてあげることで、まあこうやって目をつけるときに、まぶたをかぶせていくときにここをたくさん針を刺しても、形が変形しないから、まあこれぐらいの硬さにしておく。で、まあ結局どれぐらいの硬さなのってわからないと思うから、この極細針で刺していって、抵抗が、かかり始めたなって感じてから、プラス5回くらい刺していって、最初スカスカだったけど、抵抗かかり始めたな。1、2、3、4、5ぐらいの感じ。それぐらいで全体が締まっていけば、ちょうどいい硬さになります。はい。これが手芸綿のやり方ね。で、次。じゃあ、浜中の綿綿とか、ランビエ、キナリ羊毛とか、こういったものは、じゃあどうなのって言ったら、作り方は今と全く同じです。で、適切な硬さっていうのも、この、極細針で同じように刺していって、抵抗がかかり始めてから、ランビエとか綿綿の場合はね、もう少ししつこく、刺してあげてください。で、要は、この極細針で刺して抵抗がかかり始める。少し重くなってきて、ほんの少しだよ。ほんの少ししか重くならないんだけど、抵抗がかかってこないんだけど、針が少し入りにくくなってきたっていうくらい。音で言ったら、サク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 が、なんとなくね、ザクザクザクに変わるわけ。ちょっとね、この音聞こえるかな。例えば、今から固まってない音を出すよ。聞こえるかな。じゃあ、固まってる音を出すよ。音違うよね。このザクザクザク。この音を一つのね、目安にするといいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでやってみてください。はい。こんな感じでですね、このベース、たくさん作ってみてください。10個ぐらい作っておくと、やっぱりたくさん練習できるんじゃないかなと思います。たくさん作ってみた方がいいですよ。隙間時間にできるし、で、手芸綿で作ればね、そんなに材料費もかからないし、これをね、たくさん作ることでめちゃくちゃ練習になるんですよ。基礎的な練習。だからぜひぜひ作ってみてください。はい。僕もね、最初の頃、こういうのね、めちゃくちゃ練習しました。で、やっぱりどのくらいの硬さが適切なんだろうとかね、すごい自分の尺度になるし、これから先自分が上手くなっていくために、この針の感覚とか、この固める感覚っていうのはすごく重要になってくるから、ぜひね、たくさん練習して、このね、沈み込みのないリアルな目元の作り方、こういうの練習をね、すぐできるようにたくさん作っておくといいと思います。はい。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。